ウォーロボッツフランベチャンネル9月15日ソロラッシュバトルへようこそ。いや今日日本では祝日だね。フランベもお休みでした。なのでいやー、日本以外の国々の皆さんは普通の月曜日で仕事だったり新学期始まったりと忙しいところだろうし、ここで一気にバトル時間増やしてランクをこっそり上げとこうって、まあそんな姑息な考えが湧き上がってね。でバトルやってみました。まずはランク状況はこんな感じで、編成ポートフォリオはこんな感じね。内容が貧相だったんで付け加えてみました。前回よりアップは少しだけで、むしろテスの装備武器を大幅に変更しました。まあ電撃シャボン玉系も悪くはないのだが、やはり敵との距離を取った攻撃の方が使いやすいね。そんなわけでテス初号機には ARM フル装備、2号機のテスはハーフ&ハーフで、1つの ARM はレベル4だが、今後の編成の柱はテス初号機とイムギ初号機として装備武器などもアップグレードさせていきます。それじゃあ本題へと。今回ウォーロボッツの世界的な売り上げというかステータスってどんなとこなんだろうと疑問に思い、いろいろ自分で調べるのも面倒なんでね、楽にチャット GPT に調べてもらいまとめてみました。まあソースの信頼性も低いとは思うし、どこまで客観的というかピクソニックからの出展なんてほぼないだろうしね。あくまで予測、想定、そんな情報をまあ仮説として理解した上で見ていきましょう。まとめとしてはこんな感じね。アメリカとチャイナ、ここが最大の市場となっているようだ。だから優遇されてんのかなって思ったりしてみました。まあそりゃね、大量消費するお得意様は優遇されるって世界どこでも同じだね。それじゃあ次はグラフでいろいろ見ていきましょう。まずは月間アクティブユーザーの国別シェアだね。3位にロシア、4位にインドだそうだ。でその他の国々で 18% だそうだ。まあこれは参考程度で。次に国別収益シェアだが、まあこれはわかる気がするね。勝手な想像だがアメリカとインドは絶対的なユーザー数によって構成され、その他の国々では一部の超高額消費によって構成されてそうだね。つまり毎月数十万以上の消費があるってことかもね。そんでもってそのシェアの推移だが、毎年増加してる中でもアメリカとチャイナの増加が最大であろう。この2つのエリアで 60% だからね。日本は存在感じないね。では次にプレイヤーに関してでは累計ダウンロード数だが、まあこれは参考程度にしておいて。アクティブユーザーの推移だ。このデータによるとアクティブユーザーはかなり増加してる状況だね。まあ何をもってアクティブと定義され、そのユーザーをどうやってリサーチしてるのか不思議なので、これだろうね。どこからのソースなのかってこれも不思議はあるが、まあこれはかなり信頼できるとしよう。そうなると常に短時間であってもバトルやっている、そんなプレイヤーであればシルバーやゴールドのプレイヤーが多いというのも少々不可思議ではある。無課金中心の人口でもダイヤモンドやマスター、この辺りが本当の意味でアクティブならボリュームゾーンとなるのではないだろうか。それとも課金がほぼ全てなオーロボッツだ。そんな状況を体現してしまうから熱心なプレイヤーは増えず、まあ暇つぶし程度でのプレイヤーが多いんでこうなるのかだろうか。それでは最後の内容としては、それじゃあどのくらい儲かってんのってところで、まず対前年度増益のグラフだ。まあおそらく会計内容は非公開のはずなので、あくまでもどこからなのかわからないが推定値であろう。これは年々減ってるのではなく、前年伸びた利益をさらに上回り続けてるようだ。これだと分かりやすいね。まあこういうことね。そしてここが最大のポイントであろう。アクティブユーザー1人当たりの消費額だ。もちろん非課金は含まれずなのだが、ざっくりと年間60ドル以上、つまり月額もドルほどだ。まあ通貨単位の感覚だと月に1000円程度ってことになるよね。最後にフランベの考え方もお伝えしたいので、次のグラフはダウンロード数と収益に関する相関グラフね。当然だがダウンロードが増えれば収益は増大する。まあこれは当たり前なのだが、注目は2023年以降の伸びだね。収益の縦の伸びね。ダウンロードが増えてる割には収益は思ったほど伸びていない。ここだろう。まとめよう。つまり推定値だとはいえ、ウォーロボッツは人気あって伸び続けてますって評価なのだが、一方でその伸びに陰りが見え始めてますってとこも推定されている。そうなるといくらダウンロード数が伸びても本格的なアクティブユーザーが増えなければ収益はそうそう増えやしないだろう。
むしろユーザー1人当たりの消費額を上げようとした戦略は間違っている。フランベはこう言いたい。まず熱心なアクティブユーザーを増やす。これはバランス調整の方法を見直す。そしてぶっ飛んだ新型を出さない。これで楽しむユーザーが増え収益は上がる。一方でアルティメットを軸とした超高額アイテムでその全体の単価を引き上げる。これで一部の高額消費プレイヤーが牽引し、年間100ドルまでの引き上げを目標とされてはいかがだろう運営さん。では今日の話題はここまでなので、ぜひここでチャンネル変え、有名配信者の楽しくもあるチャンネルをご視聴ください。でも他になければそのままでも。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。